こんにちは、ジパング55のタカです。今私は成田国際空港に来ております。今回はいつもと趣向を変えて、旅行好きな私が海外旅行で使えるおすすめアイテムをご紹介します。おすすめの便利グッズ、決済方法、ネット接続方法の順番でご紹介したいと思います。海外旅行に役立つと思うので、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。今回は成田空港の JAL ファーストクラスラウンジでご紹介していきたいと思います。ラウンジの様子は別動画でご紹介しているので、よければそちらも確認してみてください。ちなみに今回ご紹介するのは、プロモーションなどではなく、あくまで私の主観で良かったものをおすすめします。私の偏見と独断で選んでいるので、その点はご了承ください。最初は、旅行で使えるおすすめグッズを4つご紹介します。商品は、Amazon のリンクを概要欄に貼っておくので、詳細が気になる方は確認してみてください。1つ目は、スーツケースです。結局スーツケースはどこがいいのか悩んでしまいますよね。私は普段、サムソナイトのスーツケースを使っています。スーツケースの中でも有名なブランドですね。具体的にはキャリーケースシーライト、スピナー75の94リットルを使っています。以前はコスモライトと呼ばれていたシリーズがリニューアルし、シーライトというシリーズになりました。本体には衝撃耐性と軽量性を兼ね備えた特許素材、カーブを採用しているので、軽いのに丈夫です。このスーツケース、本当に軽いので、他のスーツケースと重さを比べてみてほしいです。各航空会社は手荷物に重量制限を設けており、特に安い航空会社は制限が低い場合が多いです。ただでさえ海外旅行は荷物も多くなりますし、お土産も考えるとできるだけ軽くしたいものです。このスーツケースは94リットルで 2.8kg しかないので、かなり軽いですね。他にも TSA ロックもついています。アメリカ国内の空港を利用する際に鍵をかけたまま利用できるロック方法です。ホイールもダブルホイールなので、方向転換もしやすく、安定感がある走行ができます。サイズは複数あるので、好きなサイズを選んでみてください。一般的にはだいたい90リットルで、1週間分ぐらいの荷物のイメージです。値段は少し高めで、8万円ほどします。ただ海外旅行をストレスなく利用できるので、かなりおすすめです。概要欄に商品詳細を貼っておくので、気になる方は確認してみてください。2つ目は、スーツケース測りです。意外に便利で、スーツケースの重さを測りたいときに使います。先ほどもお伝えした通り、航空会社によっては重さによって追加料金がかかってしまいます。規定の重さになっているか、毎回測るのに使っています。私はトラベルインスピラが出しているこちらの商品を使っています。紐の部分を取っ手に結んで持ち上げて重さを測ります。 Amazon のレビューが良かったので購入しました。実際使ってみると軽くて荷物を測るときも簡単に測れたのでおすすめですね。3つ目は海外用変換プラグです。日本はアメリカと同じ A タイプと呼ばれるプラグなのですが、国によってタイプが違います。そんな時に便利なのが、一つを変形させて複数のプラグにさせる変換用プラグです。私は柏村の海外用変換プラグサスケ LTI13 というのを使っています。一つで7つのプラグに変更できます。だいたいこれでほとんどの国は対応できますね。プラグも簡単に変形できるので重宝しています。私はここに延長コードを挿してプラグ数を増やして使っています。一緒に延長コードも持っていくと便利なのでおすすめです。ち
なみに海外は日本と電圧も違います。延長コードや使用する電化製品がその国の電圧対応か調べるようにしてください。4つ目にご紹介するのはトラベルバッグです。旅行の際、準備で一番大変なのがパッキングですよね。特に洋服の出し入れは毎回面倒です。こちらは洋服をそのままポーチに入れてクローゼットにかけるだけなので、荷物をいちいち圧縮袋から出す必要がありません。使い終わったらそのまましまえるのでかなり楽です。私は旅トラが出しているトラベルポーチを使用しています。重さも軽く、サイズも選べるのでかなり便利だと思います。自身の合ったサイズを選んでみてください。続いてご紹介するのはおすすめの決済方法です。海外で支払いをしようと思うと現金かクレジットカードです。現金を手に入れようと思うと両替をする必要があり、レートもお店によって違うので少し面倒ですよね。クレジットカードは海外で使うと各社手数料がかかります。こちらの表は日本のクレジットカード会社の手数料一覧です。会社によってはかなり高い手数料が必要になってきます。海外の予約サイトを利用しても海外決済手数料がかかる場合があるので注意が必要です。その際におすすめなのがワイズカードとレボリュートカードです。これらのカードはいわゆるデビットカードのようなもので、クレジットカードもしくは銀行口座からチャージをして使います。チャージしたお金をリアルタイムで現地通貨に両替が可能です。なのでレートが良いタイミングで一気に変えておくということができるわけです。また銀行口座からチャージしたお金であれば日本円に戻すこともできます。海外でお金を余らせても日本円に戻せるのは嬉しいですね。海外留学している子供に送金を行う際にも便利です。今回は海外旅行で使う機能を中心にワイズカードとレボリュートカードの違いをご説明します。レボリュートカードは無料と年会費がかかるプランがありますが、今回は無料プランで比較したいと思います。また海外旅行では海外送金はあまり行わないと思うので、現地 ATM での通貨引き出しとカード利用に絞ってご説明します。まず対応通貨ですが、レボリュートとは35通貨、ワイズは40通貨以上あります。対応通貨はワイズの方が多く、特にアジア圏はレボリュートが弱い印象です。訪れる国の通貨に対応をしているか確認してみてください。発行手数料も両社違いますが、年会費はどちらも発生しません。レボリュートは1枚目の発行と発送はどちらも無料です。ここで注意なのは、どちらのカードも届くまで時間がかかります。2週間から3週間ほどかかるので、早めに申し込みを行いましょう。速達の場合は2000円で対応してくれます。レボリュートはカードデザインも変更できますが、その場合手数料がかかります。バーチャルカードも無料で発行でき、20枚まで登録が可能です。こちらはすぐに発行が可能なので、オンライン決済ですぐにカードが欲しい場合に便利ですね。ワイズは1枚の発行手数料が1200円かかります。配送は無料ですが、こちらも速達だと1298円かかるので注意が必要です。バーチャルカードは3枚まで発行可能なので、用途に応じて使い分けをするのもいいかもしれませんね。カードセキュリティはどちらも専用アプリで利用停止や上限設定が可能です。不正利用があっても通知ですぐに気づけますし、最悪チャージ分しか利用されないので安心ですね。カードへのチャージ方法は、レボリュートが銀行振込の他にクレジットカードのチャージが可能です。ワイズは銀行振込とデビットカードのみなので、この点は嬉しいですね。ただ注意点として、クレジットカードチャージの場合、1.7% の手数料がかかるのと、ブランドはビザ、マスターしか対応をしていません。それでも他社の手数料と比べるとかなり安いです。
利用金額に応じて特典付与がある場合などは利用してもいいかもしれませんね。銀行振込の場合はどちらもかかりません。着金スピードはレボリュートの方が早い気がします。ワイズを利用する場合は利用直前ではなく少し前にチャージしておくといいかもしれません。ワイズはチャージ前にいくら手数料がかかるかアプリ上でわかるようになっているので、その点便利です。現地 ATM の引き出しは銀行振込分であればレボリュートが25,000円、ワイズは月2回3万円まで無料です。ただ注意なのは、これとは別で ATM 使用料が ATM ごとにかかります。これは現地の ATM によって値段が異なります。かなり高額な手数料を取る ATM もあるので注意してください。ヨーロッパ圏であれば都市部はどこでもカード利用が可能なので、現金はそんなに持たなくても問題ないと思います。地方都市や露店などで買い物する場合は現金が必要になることが多いので、少し下ろしておいた方が便利です。為替レートは一度に本円でチャージしたお金を必要通貨に両替するために利用します。レボリュートは独自の設定があり、ワイズは金融機関が為替取引で使用する為替レートであるミッドマーケットレートを使用しています。レボリュートは両替が基本無料ですが、ニューヨーク時間で金曜日夕方から日曜日までは手数料が 1% かかります。この点は利用の際に注意する必要があります。ワイズは通貨によって異なりますが、一律で 0.39% 以上の手数料がかかります。実際に利用すると、平日はレボリュートでチャージと両替した方がお得です。金、土、日の場合はワイズを利用するのがおすすめです。結論、どちらが良いかは人によると思います。対応通貨が多く、何も気にせず使いたいのであればワイズ、平日のみ利用するのであればレボリュートがお得です。私は2枚持ち、場合によって使い分けをしています。よく海外旅行に行かれるのであれば、2枚持つのもおすすめですね。どちらが良いか、ぜひ検討してみてください。続いてご紹介するのは、おすすめのネット接続方法です。最近はお店予約、メニュー確認、アプリで電車のチケットを取るなど、ネット接続がないとかなり不便です。なので何かしらの方法で常にネットに接続できるようにしておくと便利です。海外で常時ネットを利用する方法は主に4通りあります。各携帯会社の海外ローミングを利用する、Wi-Fi ルーターを借りる、eSIM を契約、もしくは SIM カードを購入するです。携帯が海外対応をしている場合は特に設定なくそのまま利用できます。アハモや楽天モバイルなどを利用していると海外でも使えるので、その点は便利ですね。利用していない、もしくは対応していない国に訪れる場合は別方法を検討する必要があります。Wi-Fi ルーターは空港などで借りれ、通信も安定していますが、利用ギガ数が低かったり、トータルコストが高くなってしまう場合もあります。お金は気にせず、心配したくないというのであれば、空港で借りてしまうのが一番楽だと思います。私は eSIM を利用することが多いです。SIM カードを購入し、差し替える必要がないので、なくさないのが便利です。SIM カードを届くまで待つ必要がないですし、途中でギガ数が足りなくなったら購入できます。私はよく UBG を利用しています。UBG はパリに本社を置くトランザテルが提供しているブランドです。NTT グループ傘下の会社なので、日本人でも安心ですね。プランはギガ数や利用する国に合わせて様々なプランがあります。1カ国で10ギガだと1500円程度です。周遊プランもあります。ヨーロッパでは複数の国を回られる方も多いと思うので、便利ですね。ヨーロッパでは都市部にしかいなかったのもありますが、問題なく利用できました。利用開始前にアクティベートしないといけないので、事前に設定は終わらせ、到着した空港のフリー Wi-Fi で設定するといいと思います。心配な場合は、複数人で別々の eSIM 会社や
SIM カードを持っていくと安心かもしれません。ぜひ自分に合うプランと会社を見つけてみてください。それでは今回の海外旅行で使えるおすすめアイテム紹介、いかがだったでしょうか。今回はいつもと違う観点で動画を作成してみました。今後は日本のおすすめ飲食店まとめなども投稿していきたいと思います。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。